では、Magic is Organizing Chaos というタイトルで、私の発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。最初にちょっと簡単に自己紹介をさせてください。私、前田修吾と言いまして、20世紀末頃から Ruby のコミッターをしています。あと今この、プレゼンで使っているテキストエディターが、テキストブリンガーという名前なんですけれども、それの作者をしているのと、ネットワーク応用通信研究所という会社の、取締役と、Ruby アソシエーションという、Ruby の普及と発展のための組織の事務局長をしています。で、私、普段、島根県松江市というところに住んでるんですけれども、今日も、本当は長野に行きたかったんですけれども、松江の方で収録をしています。ご覧のように非常に自然が綺麗なところです。今日のお話なんですけれども、まずリファインメンツという機能の拡張のお話なんですけれども、そもそもリファインメンツという機能、皆さんあまり使ったことないと思いますので、簡単にその説明から、したいと思います。で、ちょっと引用してあるのが、ネットフリックスのウィッチャーっていうドラマの、シーズン1のエピソード2からちょっと引用してるんですけれども、魔法使いの学校みたいなところで、魔法について生徒に、説明しているところから引用しています。で、魔法とは混沌を組織化するものであるということで、多くの謎は残るものの、これには2つの、ことが必要と考えられますと。それは、バランスとコントロールです。これらがないと、混沌はあなたを殺してしまうでしょうということで、ちょっと脅し文句のような形なんですけれども、リファインメントというのは、混沌を制御するための一つの、ツールとして提供しています。で、Ruby にとって混沌とは何かということですけれども、モンキーパッチングという、よく皆さん使われると思うんですけれども、Ruby だとビルトインクラスも含めて、既存のクラスを簡単に拡張することができるので、非常に、強力なんですけれども、強力であるがゆえに、いろんなものを壊してしまうという、そういう、素晴らしい機能があります。で、それを少しでも、コントロールできるようにしようというのがリファインメンツなんですけれども、これがその例の一つで、この例だと、インテジャー divExt というモジュールを定義してまして、この中で、リファインという、メソッドを使って、インテジャークラスを拡張しています。で、この例だと、スラッシュというメソッドを、置き換えて、もともとインテジャーのスラッシュというメソッドは、標準ですと、整数で結果を返すんですけれども、それをラショナルを返すようにしているという、拡張です。で、これリファインしただけでは、動作は変わらなくて、実際に動作を変えるには、この、ユージングというメソッドで、先ほどのモジュールを指定してやる必要があります。こうすると、ユージング書く前は、0が返っているんですけれども、この後だと、ラショナルが返っていると。で、最後にもう一つ注意点がありまして、この例だと foo というメソッドを呼んでいて、その定義の中身はこういう形で、p、1スラッシュ2というふうに書いてありますけれども、これユージングの後でこの foo というメソッドを呼び出しても、この結果は変わらないという形になっています。で、これがどうしてかなんですけれども、リファインメント基本的にユージングと書いたところでだけ作用するように、できているので、このように他のメソッド呼び出しをした場合は、その呼び出し先には、影響が伝播しないような形になっています。これによって、影響範囲を限定しているので、より安全にこういったことができるようになっています。で、ここで、さっきの引用した部分からバランスについてのお話ですけれども、現在のリファインメントというのはかなり安全側に倒してた仕様になっているので、ちょっと保守的すぎて若干、強力さが落ちてしまっているところがあります。で、
これをもっと強力にしたいというのが、今日の発表の趣旨で、こういった形で、ブロックレベルで、リファイメントを適用できるようにしたいというのが、今日のテーマです。で、どうしてこういうことがしたいかなんですけれども、狭い範囲で有効にすることで、普通だと適用範囲が広いとあまり極端な修正をしてしまうと、いろんなコードが壊れてしまうので、そういったことしにくいんですけれども、範囲を狭くすることでより、大胆な拡張をできるようにしたいということと、主にはDSL の実装に使いたいということが、モチベーションとしてあります。で、こちらが例なんですけれども、これはR スペックの、ちょっと古い記法で、以前はシュッドという記法がよく使われてたと思うんですけれども、いろいろ問題があって現在は廃止していますけれども、こういった形でリファインメントを使うと、ブロックの中だけで有効できるので、こういったことも安全に行いやすいという、形です。で、もう一つの例が、これ松田さんが、以前書かれた、拡張を参考にした例ですけれども、アクティブレコードの、where メソッドでブロックを指定することで、このブロックの中で、シンボルのメソッドを置き換えることで、この場合だと、ネームというカラムがマッツになっている、レコードを、検索したりとか、あるいは、エイジという、カラムが、18以上になっている、レコードを検索したりとか、そういったことが、書けるというような例です。こういった形で、ブロックの中だけで、標準のメソッドを置き換えることで、いろんな記法が、直感的に定義できるということになっています。で、実はこれ結構前からやりたいと思っていて、4年ぐらい前に、こういったチケットを上げてます。その例だと、こういった形でインスタンスイバルを拡張するという、案を挙げています。ただちょっとこれいくつか問題がありまして、結局採用に至ってないので、そのあたりについてちょっと説明したいと思います。基本としてはこういった形で、先ほどと同じような、リファイメントの定義があったときに、この例だと、インスタンスイーバルの、引数の、オプションとして、ユージングというオプションを与えてやると、このインスタンスイーバルのブロックの中だけで、このリファイメントが適用されるという例になっています。で、どうして普通の eval じゃなくてインスタンス eval を使うかですけれども、一つにはインスタンス eval というのが、DSL の実装でよく使われるということがあって、DSL を実装するときに、ブロックの中だけでセルフを変えたいという、ケースがよくあるんですけれども、これと、リファインメントを、同時に適用することで、より DSL を書きやすくしたいということがあります。で、ただ、この提案にいくつか課題がありまして、それをちょっと順番に説明したいと思います。一つはスレッド安全性ですけれども、先ほどの例のように、インスタンスイーバルの、引数で、適用したリファイメントを指定して、ブロックも渡してやるという形なので、先ほどのような単純な例だとあまり問題がないんですけれども、Ruby だと、ブロックを、ブロックオブジェクト化して、それを複数のスレッドで呼び出すというようなことができますので、それと組み合わせた場合に、この例だと、2つのスレッドの中で、それぞれ1000回ずつループを回して、スレッド1つ目と2つ目で、違うモジュールをユージングしてるんですけれども、そうすると、同じオブジェクトに対して、同じブロックの中でメソッド呼び出しをしていても、呼び出されるスレッドによってリファインメントがどれが有効になっているかというのが変わってしまうので、これとインラインメソッドキャッシュの相性が非常に悪くてですね、インラインメソッドキャッシュというのは、実行されるコードの中で、普通は呼び出されるメソッドっていうのがレシーバーが同じだったら毎回変わらないので、それをキャッシュしておくことで高速化しているんですけれども、これが毎回変わってしまう可能性があるということで、なかなかインラインキャッシュとの相性が悪いというところがあります。
で、もう一つの課題が、インスタンスエグゼクというメソッドのサポートがないということがありまして、インスタンスエグゼクは、大体インスタンスイバルと同じような機能なんですけれども、引数の仕様が違っていて、インスタンスイバルだと、ブロックパラメータの、値というのは常に、すり替えられたセルフが入っているんですけれども、インスタンスエグゼクの場合は、このインスタンスエグゼク自体の引数をそのままブロックパラメータとして渡すので、先ほどのような引数にオプションを追加してしまうと、ユーザーがブロックパラメータに渡したいものと、混同してしまうので、ちょっとそういった拡張がしづらいということがあってサポートされてません。最後なんですけれども、リファインメントが、暗黙的に有効化されてしまうということで、これは意図した仕様なんですけれども、今のリファインメントの仕様だと、必ずユージングという、記述があるので、これを見ると、ユーザーが、リファインメントが使われて、既存のクラスのメソッドが置き換えられてるんだなということが分かるようになってるんですけれども、そういったものがないので、ブロックだけを見てもその字面上でリファインメントが使えられているかどうかが分からなくて、ちょっと実際に動かしてみると動作が違って混乱するといったそういった課題があります。で、こういった課題を解決するために、新しくブロックユージングという機能を提案しています。それがこちらですけれども、8ヶ月前ぐらいにこういった提案をしまして、今、いろいろ検討しているところです。で、この機能なんですけれども、リファインメントの定義側は、先ほどの提案と同じような形で、実際にそれを有効化する方法を変えています。で先ほどの例だと、インスタンスイーバル自体を拡張してたんですけれども、今回の提案ではインスタンスイーバルには手を加えずに、ブロックをオブジェクトした、ブロックオブジェクトというものに対して、ユージングというメソッドで、そのブロックに対して有効化したいリファインメントを指定できるようにするという、そういった形にしています。で、この例だと、インスタンスイーバル with integer div ext というちょっと長いメソッド名のメソッドの中で、まず最初に、ブロックに対して integer div ext というのを有効化してから、インスタンスイーバルを呼んで、そのブロックを、呼び出しています。で、このメソッドを呼び出す側なんですけれども、一点注意点がありまして、こういった形で、プロックリファインメンツという、特別なモジュールをまずユージングしないと、このブロックを、先ほどのメソッドに渡して動作を変えるということができないようになっています。で、これが、先ほどのインスタンスイーバルの拡張の例だと、完全に暗黙的に行われてたんですけれども、実際、どのリファインメントが有効になるかっていうのは、このメソッドの中を見てみないとわからないんですけれども、ブロックが書いてあるところと同じところに、こういった特別なユージングがあるので、何かリファインメントが使われるんだなということだけはわかるようになっています。ちょっとここで注意点なんですけれども、先ほどプロックオブジェクトのメソッドを呼び出すというお話ししたんですけれども、実はプロックオブジェクトとブロックっていうのはRuby では1対1対応ではなくて、一つのブロックに対して複数のプロックオブジェクトが存在することがあります。で、今回提案するプロックユージングという、メソッドは、ブロック自体は Ruby だとオブジェクトではないので、メソッドとして機能を提供するためにプロックオブジェクトの、メソッドにしてるんですけれども、ユージング自体が作用するのは、プロックオブジェクト一個一個ではなくて、そのプロックオブジェクトと結びついているブロックそのものに作用するので、例えばこの例のように、ブロックに対して、ブロックオブジェクトが2つある場合に、ブロック1の方で、ユージングした場合、ブロックそのものに対して、その、リファインメントが適用されるので、
プロック2という、同じブロックを使っている別のプロックオブジェクトに対して、コールメソッドを呼び出しても、その、リファインメンツが有効になって結果が変わるというような、仕様になっています。で、どうしてこうしてるかというと、さっきの、インスタンスイバルの拡張のところで、インラインメソッドキャッシュとの相性が悪いというお話をしたんですけれども、基本的に、今回の、提案というのは、ブロックそのものに対して、適用したいリファインメントを指定することで、同じブロックだったら常に同じリファインメントが適用された状態にするということで、インラインメソッドキャッシュの問題を解決してますので、こういった形で、ブロックオブジェクト一個一個ではなくて、ブロックそのものに対して作用するという形になってます。それが、この例でもちょっと、現れてるんですけれども、この例自体はスレッドを使ってないんですけれども、問題を簡単にするためにスレッドを使わずに書いてます。で、この例だと、M1 と M2 という2つのモジュールを、同じブロックに対してユージングしてコールしてるんですけれども、この例だと2回目の、ループでエラーになるようになってまして、というのは、1回目のループで、この、ブロックに対して、ユージング、過去 M ということで、1回目のループでここに M1 が渡ってきますけれども、それでブロックの状態を変えた後に、コールというメソッドを、1回でも読んでしまったら、その後で新しい他のリファインメントをユージングしたときにはエラーにするようにしてますので、こういった形で、同じブロックに対しては常に同じリファインメントが適用されるということを、保証することで、スレッド安全性の問題を解決しています。それからインスタンスエグゼクのサポートについてですけれども、この例のように、先ほどの場合だと、インスタンスイーバルと書いてましたけれども、今回はインスタンスイーバルの拡張ではなくて、プロックオブジェクトにメソッドを追加してますので、呼び出すメソッドをインスタンスイーバルからインスタンスエグゼクに、単純に変えてやるだけで、インスタンスエグゼクでも、同じ機能が、使えるという形になってます。それから最後に、暗黙的な、アクティベーションの問題に対する、解決ですけれども、先ほどの例でもちょっと説明しましたけれども、必ずこの、using block refinements というふうに、ブロックを書く部分で記載が必要になってますので、全くリファインメントが使われているかどうかわからないという問題に関してはなくなってます。で、あともう一つ、この機能を、導入した理由がありまして、ちょっと JRuby だと実装的に、ユージングという、記述があるとこだけ、メソッドのコンパイルの方法を変えるような形になってまして、このユージングという記載がないと、リファインメンツが全く有効にならないようなコードにコンパイルされますので、それを避けるために、こういった、宣言的な記法を導入しています。で、このプロックリファインメンツという、モジュール自体は、特殊なモジュールで、ブロックの中で、リファインメンツが適用されるかもしれないということを表すだけの特殊なモジュールになっているので、これをユージングしたからといって、何か特定のメソッドが置き換わったりということは一切ないような形になっています。実際に適用されるリファインメンツに関しては、先ほどのプロックユージングの引数で指定したものが、有効になるような形になります。最後にこういった形で、実際に試せる実装も用意してまして、CRuby と JRuby でそれぞれプルリクエストが、こちらにありますので、よかったら皆さんの、お手元でも試してみてください。最後にまとめですけれども、プロックユージングで今回提案する、機能によって、リファインメントがこれまで以上に強力なものになります。で、以前の提案の問題点には解決、すでに、先ほど説明したような解決がなされてますので、ちょっともう時間があまりないですけれども、ぜひ、Ruby 3ですとか、それ以降のバージョンでこの機能が導入されればと思っています。それではご清聴ありがとうございました。